卓球の教科書です。大人気動画極意シリーズの第9弾サーブの極意へようこそ。この動画では知識編で学んだ内容をプロのプレー動画を用いて解説しております。今回はサーブの極意実践編の第1弾です。サーブの6大要素の確認と各サーブの出し方や見分け方を解説しております。この動画をより理解するためには先にサーブの極意知識編をご覧ください。では本編のスタートです。最後までお楽しみください。6大要素の内容を知らない人は先に右上の知識編の動画をご覧ください。非常に下回転が切れたサーブですね。このサーブを6大要素の観点から解説していきます。1、こする位置。球の真下ですね。後半では打った後にフェイクモーションをつけているので真下をこすっているようには見えないかもしれませんね。2、どの方向にスイングしているでしょうか。これは球の真下を少し上から下方向へのスイング、次は水平方向にスイングしていますね。3、球の転がし方。縦回転サーブなのでやはり可動域の多い先端側に当てていますね。4、打点。へそより後ろで打っていますね。ショートサーブなので台よりは高い位置で打っていますね。5、衝突力。トスを上げるときはこの位置に球がありますが、実際に打つときには球は体の方向に近づいていますよね。つまりまっすぐにトスを上げておらず衝突力を働かせている証拠です。続いてマリン選手のブチギレ下回転をご覧ください。先ほど紹介した要素と同じですね。打った後にフェイクモーションをつけているのでこすっている位置が分かりにくいかもしれませんが、球の真下をこする、球の真下を水平方向にスイングしたり少し上から下方向へスイングする、縦回転サーブなので可動域の多い先端側に当てる、下回転なのでへそより後ろ側で、ショートサーブなので高い位置で打球する。先ほどの選手との違いはトスを高く上げており上から球が落下してくる力を衝突力に変えていますね。そして6大要素の3つ目、停止力を使っているのを感じますか。フェイクモーションはあるにしろ切った瞬間のインパクト時にスイングが止まっているのが分かりますか。ラケットを振り切らず停止力があることで回転は増します。この動画を見ればトップ選手がどれだけ衝突力を使っているのかがわかると思います。構えた位置よりもかなり自分側に球を上げていますよね。だからこそトスを自分のイメージ通りに上げられることを本当に練習してほしいですね。知識編でもお伝えした私がしていたトスを上げる練習はこれです。まずはこのサーブをご覧ください。この動画では少し吉村選手は打つところを見ていますが、全く見なくても当てられるようになればイメージした位置にトスを上げられるようになります。ちなみに先ほどのこの巻き込みサーブの回転の見極め方法は過去動画ですでに解説済みですので概要欄からご確認ください。縦回転とは横回転が入っていないサーブのことで、主に下回転やナックルサーブのことです。横回転を入れないため基本的には球の真下や少し後ろ側をこすって出すサーブのことです。ではここで問題です。どちらが下回転でどちらがナックルでしょうか。答えは左がナックルで右が下回転です。マロン選手ほどのレベルなので
スイングで見分けることは難しいですが、若干右側の方が左側に比べてラケット面が球の下側を擦れる面になっているように感じませんか？ただこのレベルまで来るとスイングよりも弾道で判断する方がいいです。下回転は自分の方へ戻ろうとする力が加わるので、ナックルに比べて球足が遅い、重たいように感じませんか？ナックルは先ほどよりも少し速く軽い感じですね。ナックルのショートの出し方は質問回答動画21ですでに解説済みですが、なるべくスイングは切った時と同じようにして、マロン選手は切った時よりもナックルの時の方がインパクト時の握力が少ないのが見えるでしょうか？下回転、ナックル、ナックルロングは少しラケットヘッドが下と相手方向を向いて出します。少し下回転を加えて台にぶつける衝動で回転を打ち消してナックルにするため、球の下側は擦れるラケット面になっていますね。インパクトはロングサーブはラケットヘッド側にして、球よりは少し上から入ってきて前に3、下に1くらいの力加減で打ちましょう。下への力の方が多くなると下回転になるので注意です。順回転サーブは球の内側をこすって、左利きならば相手から見たら右に曲がっていくサーブのことです。ただし現代の順回転サーブの特徴は、球の後ろ側を少し体より前側から自分の体の方にスイングして出します。その方が相手からしたら横下なのか横上なのかが分かりにくくなりました。順回転サーブをうまく出すためには、ラバーに触れている指で停止力を使って回転をかけることと、ラケットを利き手側の腰にぶつけるイメージを持つといいです。ジュニア時代の丹羽選手は海外遠征の時にお腹が痛いって言ったのですが、それは食あたりではなく、サーブでラケットがお腹に当たりすぎて痛いっていう秘話があるくらいです。回転のかけ方は、横下回転は指を振り下ろす時に当てる、横上回転は指を振り上げる時に当てるイメージです。打つ時に肘を上げる力を利用すると回転量も増すし、相手を惑わすことができます。ロングサーブを出す場合には、スピードを求めて弾くよりも横回転をかけて出した方が安定しやすいし、ショートサーブ同様にスイングはコンパクトに、インパクトを強く停止力を働かせるイメージを持った方がいいです。ロングを出したいからといってインパクト後のフォロースイングが大きくならないようにしましょう。では問題です。どちらが下回転でしょうか？ 1、2、1、2、1、2、正解は1が下回転です。2は少し上回転が入っていますね。微妙な差ですが、1の時はラバーに触れている指を振り下ろす時に打球し、2の時は指を少し上げる力で打球しています。最後は順回転の補足です。背が高い人は弾道を低くするためにこのくらい前傾姿勢をキープした方がいいです。さらに
同じ構えから裏面でサーブを出すことも効果的です。背が低い人は順回転が出しにくいかもしれませんが、ぜひ参考にしてみてください。第1部は以上で終了です。次回第2部では巻き込みサーブ、キックサーブ、アップダウンの YG サーブ、しゃがみ込みサーブの出し方と見分け方を徹底解説しています。ぜひ第2部もご覧ください。